写真は大海原を進む空母の大編隊、何隻もの航空母艦が一つの拳のようにまとまって突き進んでいく。これが世界で初めて空母を集中運用した日本海軍の機動部隊である。 AI で当時の色を蘇らせてみる。かつて日本はアメリカ、イギリスに次ぐ世界第3位の海軍大国だった。世界に超一流と呼べる海軍は3つしかない。日本はその一角を攻めていたのである。そして空母、航空母艦の分野では日本は世界の最先端を走っていた。空母をバラバラに使うのではなく、何隻もまとめて一つの部隊として運用する。この機動部隊という戦い方で日本は列強に先んじていた。6隻の空母を束ねて放った真珠湾攻撃は世界に衝撃を与える。そしてアメリカもイギリスもこぞってこの日本の方式を真似ていった。その出発点となったのが世界で初めて設計から空母として作られた一隻の艦だった。日本はこの砲掌から始まり、限られた国力の中で次々と空母を生み出していく。世界で初めての空母、世界でも最速級の空母、そして世界最大の空母まで、持てる技術力のすべてを日本はこの鉄の艦に注ぎ込んだ。正規空母、軽空母、客船を改造した空母、その数合わせて25隻。だがその25隻はミッドウェーを境にほぼ一隻残らず海の底へ消えていく。これは世界第3位の海軍が築き上げた25隻の空母、その技術の結晶と栄光と最後をたどる物語である。誕生した順に一隻ずつ見ていこう。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。すべての始まりはこの小さな一隻だった。写真は平らな甲板を持つずんぐりとした軍艦、日本海軍最初の航空母艦砲掌である。まずその名前から見ていこう。日本海軍は空母にある決まりで名を付けた空を飛ぶめでたい生き物、竜、鳳凰、鶴、そして鷹。この砲掌という名も伝説の鳥鳳凰が大空へ駆け上がる姿から取られている。空を舞う名を翼を運ぶ艦に与えたのである。その砲掌が完成したのは大正11年、西暦で1922年。ここで一つ知ってほしい事実がある。実はこの頃、イギリスもまた空母ハーミーズを作っていた。世界で初めての本物の空母。その栄誉を日英が競っていたのである。機構、作り始めたのはハーミーズの方が早かった。だが先に完成させたのは日本の砲掌だった。こうして日本は設計の段階から空母として作られた艦を世界で初めて完成させた国となる。技術にも知恵が光る。砲掌は甲板脇の煙突を飛行機の発着の時だけ横へ倒せる仕掛けにした。煙と熱が着艦上の邪魔をしないように。日本の技術者の細やかな工夫だった。翌年には日本で初めての着艦試験に挑んだ。操縦したのは吉良俊一大尉。一度目は機体ごと海へ落ちてしまう。だが吉良は無事に脱出すると、その場で再挑戦を願い出た。そして二度目、見事に着艦を決めてみせる。この時指導に雇われていたイギリス人のパイロットは、日本機で日本製の母艦に降りるなどできまいと初めは渋っていた。ところが吉良の成功を目にすると一言こう漏らしたという。日本人恐るべしと。ただ砲掌は小柄な艦で、積める飛行機はわずか10機ほど。太平洋戦争の頃にはすでに第一線を退き
搭乗員を育てる練習空母となっていた。そして、ここが宝生の数奇なところだ。この後紹介する主力空母が次々と海に沈んでいく中で、始まりの艦である宝生は最後まで生き残った。皮肉なことに、宝生が生き残れたのは最強だったからではない。練習空母として、いつも戦場の遥か後方にいたからだった。そしてミッドウェーでは、燃え尽きていく飛龍の最後の姿を写真に収めたのも、この宝生の古い服用機だったのである。終戦の時もほとんど傷つかず、宝生は何千もの将兵を故郷へ送り届ける福音船として働いた。すべての始まりとなった艦は、こうして静かにその生涯を終えたのである。日本海軍の栄光を一身に背負った空母がある。写真は長い飛行甲板を持つ堂々とした大型空母。機動部隊の旗艦を務めた赤城である。赤城という名は群馬の赤城山から取られている。空母の名は普通、竜や鶴のような空を飛ぶ生き物が選ばれる。だが赤城はもともと巡洋戦艦として作られていた艦だった。だから巡洋戦艦の名付け方である山の名を空母になってもそのまま受け継いだのである。名前を聞けばその艦がどこから来たのかがわかる。完成は昭和2年、西暦で1927年。実は赤城は最初奇妙な姿をしていた。飛行甲板を3段に積み重ねていたのである。下の段から飛び立ち、上の段に降りる。そんな構想だった。だが実際には使いづらく、後に一段の長い甲板へと大きく作り直された。空母という乗り物を手探りで形にしていった試行錯誤の塊だったのだ。この赤城の艦長をかつて山本五十六も務めている。昭和16年12月、赤城は機動部隊の旗艦として真珠湾攻撃の先頭に立った。司令長官南雲忠一中将も攻撃隊を率いた淵田光雄もこの赤城から飛び立っていく。奇襲成功を告げるトラトラトラの知らせもこの艦から打電された。まさに日本海軍の栄光の象徴。それが赤城だった。だがその栄光は長くは続かない。昭和17年6月、ミッドウェー。これはミッドウェーで回避運動を取る赤城を上空から捉えた一枚。攻撃隊の爆弾と魚雷を乗せ替えている。まさにその時、米軍の急降下爆撃機が襲いかかった。格納庫に積まれたままの爆弾や給油中の飛行機に火がつく。赤城は自らの兵器と燃料で燃え上がった。ところで、この戦いではよくこう語られてきた。あと5分早ければ日本は反撃隊を発進させ勝てたはずだと。世に言う運命の5分間である。だが近年の研究ではこれは事実ではないとされている。この時、日本の攻撃隊はまだ甲板に並んでもいなかった。5分で飛び立てる状態には程遠かったのである。炎は手に負えず、赤城は航行不能となる。そして翌朝、連合艦隊は味方の駆逐艦の魚雷でこの旗艦を自ら沈めることを決めた。その命令を下したのは、かつてこの赤城の艦長を務めた山本五十六、その人である。自分がかつて指揮した艦を自らの手で沈めよと。その胸中は団長の思いだったと伝えられている。日本海軍栄光の象徴は敵ではなく味方の手によって海に沈められたのだ。ちなみにミッドウェーで沈んだ4隻の空母の艦長で生き残ったのはこの赤城の青木泰次郎ただ一人。彼もまた一度は艦に身を縛り付けて残ろうとし、部下に説き伏せられてようやく艦を降りたのだった。ここに日本の空母で最も多くの飛行機を積んだ艦がある。写真はひときわ大きな船体を持つ航空母艦加賀。加賀という名も石川の旧国名加賀の国から来ている。これも赤城と同じ理由だ。加賀はもともと戦艦として作られていた船。だから戦艦の名付け方である旧国名をそのまま引き継いだのである。しかも加賀が空母になった経緯は数奇だった。軍縮条約によって
戦艦としての加賀は作るのをやめさせられる。本来なら解体されるはずの船だった。ところが関東大震災で空母になるはずだった別の艦が被災してしまう。その代わりとして廃棄寸前だった加賀が空母として蘇ったのである。こうして生まれ変わった加賀は常用でおよそ72機、日本の空母の中で最大級の搭載量を誇った。実は日本海軍が空の戦いで初めて敵機を撃ち落としたのも昭和7年、この加賀の飛行機だった。写真は日中戦争の最中、上海の沖で艦上機を収容する加賀である。加賀は海軍航空隊の先駆けでもあったのである。写真は甲板に真珠湾の地図を描き、攻撃の手順を説明する加賀の艦上。真珠湾攻撃では加賀一つでおよそ70機もの飛行機を放っている。だがその加賀もミッドウェーで運命を共にする。昭和17年6月5日、米軍機の爆弾が次々と命中した。中でも艦橋の近くに落ちた一発は艦長岡田次作をはじめ指揮を執る士官の多くを一瞬で奪ったと伝えられている。そして格納庫に流れ出た航空ガソリンが積んであった爆弾と魚雷に引火する。その爆発は戦艦譲りの頑丈な格納庫の壁すら内側から吹き飛ばした。戦艦として生まれ、戦艦の装甲をまといながら加賀は空母最大の弱点、自らの燃料の炎によって内側から砕けていった。午後の大爆発の後、加賀は海に沈む。800名を超える将兵が亡くなった。そしてここにも皮肉な話がある。飛行甲板に大きく描かれた日の丸の赤い円、それが上空の敵機にとって格好の狙い目になったとも言われている。最も多くの翼を積んだ空母はわずか数分の爆撃でその翼ごと焼け落ちたのだった。写真は背の高い艦橋を乗せた小ぶりな空母、諸船の便利屋として各地を駆け回った軽空母龍城である。龍城という名は龍が天へ背る勢いを表している。完成は昭和8年、西暦で1933年。この龍城はある抜け穴から生まれた艦だった。当時の軍縮条約には1万トンに満たない小さな艦は空母の数に数えなくてよいという抜け穴があった。日本はそこをついて8000トンほどの小さな船体に無理やり空母を仕立てたのである。装甲は一切なし。数に数えられない空母だからこそできた割り切りだった。ところが完成する前に新しい条約がその抜け穴を塞いでしまう。龍城は配備される前からすでに時代遅れになっていた。しかも積む飛行機を倍に増やせという要求で格納庫を2段に重ねた結果、上が重く波にひどく弱い艦となってしまう。設計者は指示のたびに重心が上がり、だんだん不安になったと語り残している。それでも龍城は戦争の初め、フィリピンから蘭印、インド洋、北のアリューシャンまで便利屋として東へ西へ駆け回った。そのアリューシャンで歴史を動かす出来事が起きる。龍城のゼロ戦が一機被弾して悪担当に不時着したのである。搭乗員は亡くなったが、機体はほぼ無傷でアメリカ軍に回収された。これによって無敵と恐れられたゼロ戦の弱点がすべて暴かれてしまう。一人の搭乗員の死がその後の空の戦いを大きく変えたのである。そして昭和17年8月、第二次ソロモン海戦。日本はまたも龍城を本体から切り離し、前へ沈ませた。龍城に敵の目を引きつけ、その隙に本体が米空母を叩く。ミッドウェーと同じおとりの作戦だった。果たして米空母サラトガの39機が龍城ただ一隻に殺到する。写真は被弾して動けなくなった龍城に駆逐艦が寄り添う1枚、爆弾3発と魚雷1本。この時撃ち落とされた飛行機は日米合わせて1機もなかったという。夕方、龍城は静かに横倒しとなり海に沈んでいった。無理な作りの小さな空母は最も働かされ、そして早くに失われていったのである。
写真はすらりと細長い船体を持つ精悍な空母、日本でも屈指の俊足を誇った双竜である。双竜という名は青い竜を意味する。飛竜と同じく初めから空母として設計された正規空母である。完成は昭和12年、西暦で1937年。双竜は巡洋艦のように細長い船体に強力な機関を積み込んだ。その速力およそ 34.5 ノット。当時双竜は世界で最も速い空母だった。だがその速さには代償があった。速さとたくさんの飛行機を積むことを優先した双竜は防御を大きく削ったのである。機関部の原則の走行はわずか41ミリ。しかも格納庫を広く取るため艦の通風筒を外付けにした。この作りが後に爆風の逃げ場を奪い命取りとなる。真珠湾攻撃の前夜、攻撃を告げられた搭乗員たちは司令官山口多門と艦長柳本龍作を甲板で胴上げしたという。半年後の悲劇をまだ誰も知らなかった。真珠湾、ダーウィン空襲、セイロン沖。双竜は主力空母として各地を転戦する。だがその最後もミッドウェーだった。写真はミッドウェーで爆撃をかわそうと回避を続ける双竜。昭和17年6月、いつか米軍の1000ポンド爆弾3発がエレベーターのあたりに命中。その誘爆がボイラー室の蒸気管を引き裂いた。被弾と同時に電源防止内、外付けの通風筒が爆風を逃がせなかった。双竜はわずか15分で総員退去となる。この時、機関室で働いていた兵の多くは外へ逃げ出すことすらできなかった。機関科の生還者は定員およそ300名のうちわずか30名ほど。速さを生んだ機関室がそのまま彼らの棺となったのである。艦長柳本龍作は脱出を促す部下の願いを退け、燃える艦に残った。その最後にはいくつもの説が伝えられている。最速を誇った空母は最もあっけなく、そして最も多くの乗員とともに海に沈んだのだった。双竜の弟分として生まれたもう一隻の俊足がある。写真は波を切って進む中型の正規空母飛竜。飛竜という名は空をかける竜から取られた。赤荷や加賀のような海藻艦と違い、飛竜は初めから空母として設計された艦。だから竜という空の生き物の名を与えられている。完成は昭和14年、西暦で1939年。速力はおよそ34ノット。双竜と並ぶ世界でも最速級の快速空母だった。細長い船体は長さが幅のおよそ10倍。速さのために突き詰めた形である。そしてこの飛竜には世界で赤荷とこの2隻にしかないある特徴があった。艦橋。艦の指揮所を普通とは逆の左側に置いたのである。煙突と艦橋を左右に振り分け、発着艦の邪魔を減らす狙いだった。だがこれは裏目に出る。プロペラの力で左へ流れやすい飛行機が左の艦橋に引き寄せられぶつかる事故が起きた。結局左に艦橋を置いた空母はこの2隻きりで以後はすべて右側に戻されている。そして昭和17年6月、ミッドウェー、赤荷、加賀、双竜が朝のうちに燃え落ちる中、飛竜はただ一隻生き残った。写真は爆撃をかわしながらなおも戦い続ける飛竜。そして2度にわたって反撃の攻撃隊を放つ。飛竜の飛行機は米空ボヨークタウンに2度取り付き、これを戦闘不能に追い込んだ。味方が全滅した戦場で最後の牙となって敵空母を道連れにしたのである。だがその飛竜にも夕方、米軍機の爆弾が降り注ぐ。艦は炎に包まれ、ここでも悲劇が起きた。機関室と艦橋をつなぐ稲妻話が舵を動かす稲妻池と同じ線を使っていた。そのため被弾で通信が切れ、機関室で働く兵たちに脱出の指示が届かなかったのである。司令官山口多門少将は甲板に乗員を集め最後の訓示を述べた。
みんなで仇を討ってくれ。ここでお別れする。そして山口は、被っていた戦闘帽を片身にと手渡し、艦長各留尾大佐と共に、飛龍に残った。翌朝、飛龍は味方の駆逐艦の魚雷で、自ら沈められたのである。写真は、こじんまりとした船体の軽空母、瑞宝。瑞宝という名は、めでたい鳳凰を意味する。だが、この瑞宝、生まれた時は、空母ですらなかった。元は、高崎という名の艦隊に燃料を補給する給油艦だったのである。ここに、当時の日本海軍の知恵があった。軍縮条約で空母の数は厳しく制限されていた。そこで日本は、平時は給油艦や潜水母艦として使い、いざとなれば、短い期間で空母に化けられる。そういう艦を、あらかじめ、いくつも用意したのだ。条約の網をかいくぐる、したたかな設計だった。こうして瑞宝は、昭和15年、西暦で1940年、空母として完成する。積める飛行機は、常用でおよそ27機。正規空母の半分にも満たない小書体だった。本来なら、脇役のはずの艦である。ところが、本物の正規空母が次々と沈んでいく中で、瑞宝は主力決戦のほとんどに顔を出すことになる。南太平洋、マリアナ沖、そしてレイテ沖。脇役として設計された艦が空母の沸騰した海軍で最後まで第一線の甲板に立ち続けたのである。昭和19年10月、レイテ沖。瑞宝は敵を北へおびき寄せるおとりの艦隊に加わっていた。沿岸の岬の沖で爆弾と魚雷を受け、瑞宝は艦の中ほどから折れて海に沈んだ。小さな体で大艦隊を最後まで支えた働き者の空母だった。ここに日本の空母作りの一つの到達点がある。写真は金星の取れた美しい船体を持つ正規空母、昇格。昇格という名は大空を駆ける鶴。めでたい鳥の名を与えられた日本空母の最高傑作である。完成は昭和16年、西暦で1941年8月、開戦のわずか4ヶ月前だった。この昇格には日本の技術の雨季が注み込まれていた。船首は水の抵抗を減らすクバのような形。日本の軍艦で初めてこれを備えて完成した一隻である。16万馬力。戦艦ヤマトをも上回る力で34ノット以上を叩き出した。そしてそれまでの日本の空母が軽んじがちだった守りを昇格は重く見る。機関の上には厚さ200ミリを超える装甲を張り、爆弾にも魚雷にも耐える防御を与えた。さらに昇格は日本の空母で初めて敵機を捉える稲妻さん、レーダーを積んだ。敵機を早めに見つけ、被弾の前に危険な航空ガソリンを艦の外へ抜いてしまう。この備えこそが昇格を何度も生き延びさせた強さの正体だった。事実、珊瑚海でも南太平洋でも昇格は何発もの爆弾を浴びながらその度に復活してみせる。だがその最高傑作にも最後が訪れる。昭和19年6月、マリアナ沖。よりにもよって飛行機に燃料を入れている最中、最も無防備な瞬間だった。海中に潜む米潜水艦カバラの魚雷が昇格の右舷を貫く。抜く暇もなかった航空ガソリンの気化したガスに火がつき、昇格は一瞬で誘爆を起こした。何発もの爆弾に耐えた名艦を締めたのは敵の爆弾ではなく自らが積んだ燃料だったのである。1200名を超える将兵がこの艦と共に海に消えた。日本は軍艦だけで空母を揃えたわけではない。写真は商船の面影を残した護衛空母太陽。太陽という名は大きな鷹。商船を作り変えた。空母には空を舞う鷹の名が与えられた。太陽が空母となったのは昭和16年、西暦で1941年。元は日本郵船の貨客船春日丸だった。
実はこの船、新田丸型という三姉妹の3番目、一番末っ子の船である。ところが、空母になった途端、その名を取って、この方は太陽型と呼ばれた。末っ子が肩の吉頭へ踊り出たのである。足りない空母の数を民間の客船で物合う。ここにも限られた国力をやりくりする知恵があった。ただし、客船上がりの空母は速力も防御も正規空母には遠く及ばない。海洋の役目は戦うことではなく、飛行機を運び、輸送船団を守ることだった。そしてこの太陽は、とにかくしぶとかった。昭和18年、トラック島へ向かう途中、米船水艦の魚雷で航行不能となる。だが両艦の中央に惹かれ、ゆっくりと宮とまで今とまで行か。太陽は4度も雷撃を浴びながら、その度に生き延びた。不死鳥のような艦だったのである。だが、本格的に東岸護衛へ投入されたわずか数ヶ月後。昭和19年8月、ルソン島の沖、米船水艦ナッシャーの魚雷が艦艇のガソリンタンクに届いた。立ち上る火柱はおよそ300メートル。飛来からわずか28分で太陽は沈んだ。何度しょむみかけても帰ってきた執念の艦は最後だけはただ一度きりで終わったのである。写真は昇格と瓜二つの姉妹艦、幸運の艦と呼ばれた髄閣である。髄閣という名はめでたい鶴。昇格のすぐ後に生まれた二番艦である。完成は昭和16年、西暦で1941年9月。この髄閣を一日でも早く戦力にしようと工事を急がせた人物がいた。皇族の高松宮信人親王である。その求めで工期は3ヶ月積められ、髄閣はギリギリ真珠湾攻撃に間に合った。写真は真珠湾へ向けて髄閣から飛び立つゼロ戦。真珠湾を攻撃した空母は全部で6隻。赤城、加賀、宗龍、飛龍、昇格、そして髄閣。そのうち5隻までが戦争の半ばで沈んでいった。だが、この髄閣だけは何度も危機をくぐり抜け、最後まで生き残る。珊瑚海では姉の昇格が集中攻撃を浴びる傍らで、髄閣はスコールに隠れ、かすり傷一つ負わなかった。それゆえ髄閣は幸運艦と呼ばれた。だが、その幸運にも終わりが来る。昭和19年10月、レイテ沖。この時の髄閣に、もはや飛ばす飛行機はほとんど残っていなかった。与えられた役目は空っぽのおとり。米軍の主力を北へおびき寄せるためのいわば餌だった。真珠湾の主役が3年後には撃たれるためだけに存在するおとりになっていた。ここに日本の機動部隊の凋落が凝縮されている。それでもそのおとり作戦は成功する。髄閣は米軍の大艦隊を見事に北へ引きつけた。そして集中攻撃を浴びて甲板が大きく傾いていく中、乗組員たちは降ろされていく軍艦方を仰ぎ、最後の万歳を参照した。真珠湾を生き延びた最後の一隻は、こうして仲間の後をついていったのである。写真は珊瑚海で魚雷を受ける軽空母商法。日本が戦争で最初に失った空母である。商法という名もめでたい鳳凰。髄法と同じく潜水母貫鶴岬を空母に作り変えた一隻だった。完成は昭和16年、西暦で1941年12月。そしてこの商法が太平洋戦争で日本が失う最初の空母となる。昭和17年5月、珊瑚海。この時、商法を守る戦闘機は空にわずか3機だけだった。そこへ米空母アレクシントンとヨークタウンから
実に90機を超える攻撃隊が殺到する。爆弾と魚雷が次々と突き刺さり、商法はなすすべもなかった。攻撃が始まってからわずか20分ほどで、商法は海に沈んでいった。この時、商法を沈めたアメリカの攻撃隊長は、母艦へ一報を打電する。スクラッチ1フラットトップ、空母を一隻射した。と、これは空母同士の戦いでアメリカが挙げた最初の一鎮だった。思い返せば、半年前の真珠湾では、日本がアメリカの戦艦を一方的に沈めていた。その日本がわずか半年後、新しい時代の最初の犠牲になる。攻める側から攻められる側へ。その立場の入れ替わりを告げる号砲こそ、この商法の沈没だったのである。写真が客船のようなふくよかな船体を持つ空母、巡洋。巡洋という名は、はやぶさとタカ。やはり、空を舞う鳥の名である。巡洋が空母となったのは、昭和17年、西暦で1942年。元は、日本郵船の豪華客船、橿原丸として作られていた船だった。本来なら、客を乗せて太平洋を渡るはずの船が、戦争のために空母へと姿を変えたのである。客船譲りの船体は、速力がおよそ25ノット止まりで、機動部隊にはやや濃速だった。だが、この巡洋には、日本の技術者の工夫がこもめられていた。環境と煙突を一つにまとめ、煙突を外側へ傾けて取り付けたのである。これには思わぬ効き目があった。煙突が大きく見えるため、艦の影が実物より二回りも大きく見え、敵機の狙いを食わせたという。さらに巡洋は日本の空母で初めてレーダーを積んだ艦の一つでもあった。南太平洋海戦では、巡洋の飛行機が米空母ホーネットを進める働きを見せている。そして何より、この巡洋はしぶとかった。度重なる被弾にも、巡洋は沈まない。主陸空母が次々と海に消える中で、客船上がりのこの空母は終戦の日まで生き残った。ただしその期間は傷つき、もはや外洋へ出ることはできなかった。沈まなかったが、もう動けない空母だった。余談を一つ。戦後、この巡洋の亀は海。写真は太陽とよく似た護衛空母運洋。運洋という名は雲と鷹。元は日本郵船の貨客船八幡丸。太陽と同じ新田丸型三姉妹の一隻だった。運洋が空母となったのは昭和17年、西暦で1942年。役目はやはり飛行機の輸送と輸送船団の護衛である。この運洋には兄にあたる太陽との悲しい対比がある。兄の太陽は飛来した時、弟分の中庸に惹かれて生きて帰った。だが、運洋を引こうとした従順高尾は荒れた海にもつまれ3度失敗する。運洋は前へ進むことすらできず、ただ漂うしかなかった。助かった兄と助からなかった弟、同じ三姉妹の明暗だった。図画を一つ。海戦の初め、ラバウルへ飛行機を運んでいた運洋をアメリカ軍は本格的な空母だと誇大に評価した。そのため、米空母を率いるフレッチャー提督は、ガダルカナルの上陸部隊への援護を早めに切り上げ、撤退してしまう。小さな予想空母が、図らずもアメリカの判断を壊せたのである。そして、昭和19年9月、台湾への入港まであと一歩という夜の海。運洋は米船水艦バーブに襲われる。魚雷はまず隣を行く焦燥船を炎上させた。運洋が舵を切ってかわそうとしたその艦尾に2本目が突き刺さる。運洋は明け方
軍艦機を下ろすと同時に静かに海へ沈んでいった。写真は巡洋と並ぶ姉妹の空母飛揚。飛揚という名は飛ぶ鷹。巡洋と並ぶ姉妹の空母である。元は日本郵船の貨客船出雲丸を作り変えた一隻だった。飛揚が空母となったのは昭和17年、西暦で1942年7月。この飛揚には姉の巡洋と同じく環境と煙突を一体にし、外側へ26度傾けた日本海軍初めての設計が用いられていた。煙の流れが飛行甲板の邪魔をしないようにする工夫である。この傾いた煙突という考え方は、後の大型空母大砲や信濃にも受け継がれていった。写真は共に海を行く巡洋と飛揚。飛揚が沈む6週間前の姿だ。姉妹で生まれた巡洋と飛揚。だが2隻の運命ははっきりと分かれる。昭和19年6月、マリア直樹。姉の巡洋が傷つきながらも生き延びたのに対し、弟の飛揚は米軍機の雷撃を受けた。皮肉なことに、飛揚の致命傷となったのは敵の魚雷そのものよりも客船時代の燃料タンクから漏れたガソリンの蒸気だった。その気化したガスに火がつき、飛揚は大爆発を起こす。すべての稲妻源を失い、艦尾から直立するように海へ沈んでいった。軍艦としてではなく客船として生まれた。その血が最後に命取りとなったのである。沈む艦の最後を艦長横井俊之は生き延びて2冊の手記に書き残した。当事者が内側から語った数少ない記録である。写真は新田丸型三姉妹の最後の一隻、中洋。中洋という名は沖の赤。新田丸型三姉妹の最後の一隻である。だがこの船の元の姿は三姉妹の筆頭、新田丸そのものだった。新田丸は三菱長崎が生んだ当時の日本を代表する豪華客船。一等の大広間には尾形光琳の名画を施した装飾が施され、皇族が試乗するほどのまさに海に浮かぶ宮殿だった。一等の客室や食堂には世界で初めての冷房を備えていた。その華やかな内装は空母への改造の時、すべて取り払われてしまう。中洋が空母となったのは昭和17年、西暦で1942年11月。役目はひたすら飛行機を運ぶ輸送だった。陸軍の戦闘機を積み、ニューギニアへ、トラックへ。中洋は休む間もなく太平洋を往復する。そして昭和18年12月、八丈島の沖、本土まであと一歩というところで、中洋は米潜水艦セイルフィッシュの魚雷を受け、急速に転覆した。この時、中洋の艦内には先に沈められたアメリカの潜水艦の乗組員が捕虜として乗せられていた。彼らを沈めたのは皮肉にも同じアメリカの潜水艦だった。味方の魚雷で味方の捕虜ごと生きて暴れてたのはただ一人だったという。華やかな客船として生まれた船はこうしてあまりにもむごい最後を迎えた。およそ1250名の人々が命を落としている。写真は小ぶりな船体の回想空母龍鳳。龍鳳という名は龍と鳳凰だが、この龍鳳もまた出発点は空母ではなかった。元は大芸という名の潜水艦を世話する潜水母艦だったのである。龍鳳が空母となったのは昭和17年、西暦で1942年。この大芸は日本の造船技術の実験台でもあった。船体を組み立てるとき、鉄板を溶かしてつなぐ電気溶接を大型の艦で本格的に試しと艦だったのである。新しい技術にはつきものの失敗もあった。溶接が十分に強くなく亀裂が多発する。昼に日差しで膨らんだ甲板が夜に日出て沈むと、艦がキーンと音を立てた。乗員はこれを夜泣きと呼んだという。実は
この大芸の甲板で歴史的な場面があった。真珠湾攻撃の直前、潜水艦の艦長たちにハワイ作戦が初めて伝えられたのがこの艦の上だったのである。さらに劉邦は同リットル空襲、アメリカ軍機による初めての本土空襲で改装中に爆弾を受けたただ一隻の主要な艦でもあった。失敗作とも言われたこの実験の艦は、しかし最後までしぶとく生き残る。戦争の終わり頃には傷ついた機動部隊のいわば最後の旗艦を務めた時期さえあった。戦争の末期、桜花などの特攻兵器を積んで出撃した劉邦は、日本の本土の海を出た最後の空母となる。そして、呉の空襲で傷つきながらも、劉邦は沈まず、防空の砲台となって終戦を迎えた。最も格下の生まれだった艦が、最後まで海に浮かんでいた皮肉な巡り合わせだった。写真は護衛空母海洋。これまでの海藻空母とは少し毛色の違う一隻だ。海洋という名は海の赤。だがこの海洋はこれまでの護衛空母とは少し毛色が違う。これまで紹介してきた客船上がりの空母はほとんどが日本郵船の船だった。ところがこの海洋だけは元は大阪商船がはるばる南米への航路につかせていた貨客船アルゼンチナ丸だったのである。写真は客船時代のアルゼンチナ丸、南米航路の花形だった。地球の裏側まで客を運んでいた船が戦争のために空母となった。海洋が空母となったのは昭和18年、西暦で1943年。南米航路の快速船だっただけに、海洋は改造後もおよそ23ノットを出した。これは客船上がりの護衛空母の中では最も速い部類だった。だが、最も早くとも海洋に表部隊の戦場は与えられなかった。役目はやはり飛行機の輸送と輸送船団の護衛。それどころか戦争の末期、海洋は人間魚雷、海天が空母を沈める訓練の生きた標的にすらされた。そして昭和20年、日本の周りの海はアメリカ軍がばらまいた機雷で埋め尽くされていく。海洋はその機雷に滑れて傷つき、別府の湾へと引かれていった。さらに米軍機の空襲を受け、海洋は浅い海に着底する。南米の海をかけた快速船は戦うことも叶わぬまま、故郷のすぐそばの浜辺でその役目を終えたのである。写真は海藻空母千歳、水上規模艦から生まれ変わった一隻である。千歳という名は1000年ものトイゼクを意味するおめでたい言葉だ。竜や鶴の名を持つ多くの空母と違い、千歳は元の名前をそのまま受け継いでいる。というのも、千歳は元が空母ではなかったからである。千歳は水の上から飛び立つ水蒸気をあくぶ水上規模艦として生まれた。その千歳が戦局の悪化とともに水上規模艦から空母へと生まれ変わったのである。千歳が空母となったのは昭和18年、西暦で1943年。写真は空母へと生まれ変わった千歳。速力はおよそ29ノットと海藻空母にしては高速だった。逸話を一つ。かつて千歳の水蒸気の搭乗員が巨大なアメリカの爆撃機 B-17 に自ら体当たりを仕掛けた。右の翼と尾翼をもぎ取って、これを撃墜し、その搭乗員は落下傘で生き延びたという。そして昭和19年10月、レイテ沖、水上規模艦から空母へと姿を変えた千歳に与えられた最後の任務。それは沈むことそのものだった。千歳は敵を北へおびき寄せるおとりの艦隊の一員として遠賀の岬の沖へ進む。写真は遠賀の岬沖で攻撃を受ける千歳型の空母。そして急行火爆撃の直撃を受け、千歳は海に沈んだ。900名を超える将兵が亡くなっている。姿を変え続けた。末に最後は沈むことが目的のおとりとして散った艦だった。写真は
千歳とよく似た姉妹艦、千代田。千代田という名も、元の名をそのまま受け継いだもの。江戸城の別名でもある由緒ある名だ。姉妹の千歳が水上規模艦からまっすぐ空母になったのに対し、千代田は先行艇の母艦をも経て3度姿名を変えた変わり身の艦だった。千代田が空母となったのも昭和18年、西暦で1943年だった。性能も戦った場所も姉妹の千歳とほとんど同じ。昭和19年10月、千代田もまたレイテ沖のおとり艦隊に加わっていた。遠賀の岬の沖で千代田は米軍機の攻撃を受け動けなくなる。そしてここに戦争の無誤さがある。動けなくなった千代田を味方の軽巡洋艦が救おうとした。だが空襲に阻まれる。航空戦艦日向が率いて帰ろうとした。だがこれも断念せざるを得なかった。味方の艦隊が戦いながら退いていく中、千代田は一人海の上に取り残された。写真は遠賀の岬沖で炎上し沈みゆく千代田。夕方、千代田は左へ傾き、艦長以下乗組員のすべてを乗せたまま転覆して沈んだ。救助はついに間に合わなかった。ここでその艦長について語っておきたい。艦長の名は城栄一郎。実はこの城こそ後に制度として採用される神風特攻、体当たりの攻撃を1年以上も早くから唱えていた先駆けの人物だった。その城が特攻が正式に始まったのとまさに同じ月、昭和19年10月に自らは砲撃の中で味方に見殺しにされ戦死したのである。特攻を最初に叶えた男が特攻と同じ月に誰にも見取られず沈んでいく。あまりにも重い二重の皮肉だった。写真は護衛空母信陽。この一隻には遠いヨーロッパの来歴があった。信陽という名は神の鷹。だがこの信陽には5隻の護衛空母でただ一隻外国生まれという異色の来歴があった。元はドイツの豪華客船シャルンホルストだったのである。海戦によって日本の神戸港に足止めされていたこの船を日本が買い取り空母へと作り変えた。信陽が空母となったのは昭和18年、西暦で1943年。実は皮肉な因縁がある。写真は客船時代のシャルンホルスト、1935年の公使である。このドイツ客船シャルンホルストはかつて日本郵船がこれに負けるなとあの新田丸型の三姉妹を作るきっかけとなったライバルの船だった。そのライバルが巡り巡って日本の空母として生まれ変わったのである。ところがドイツの進んだ機関は日本の手に余った。性能の高いドイツ製のボイラーを使いこなせず、結局日本式のボイラーに積み替える始末だった。改造を担った技術者はドイツの技術の優秀さに到底ついていけなかったと正直に認めている。信陽の役目も輸送船団の護衛だった。艦長の石井は改造空母を知り尽くした男で、先に沈んだ太陽や運陽の課題を打ちに行くと意気込んでいたという。だが昭和19年11月、最終島の沖、精鋭の陸軍部隊を乗せた三段を守っていた信陽は米潜水艦スペードフィッシュの魚雷を受ける。航空燃料に火がつき大火災。大艦の命令からわずか20分で信陽は艦尾から沈んでいった。助かったのはわずか61名。アダオーツと誓った艦長も1000名を超える将兵と共に海に消えたのである。ここから日本が最後の力を振り絞って生んだ切り札の空母が続く。写真は頑丈そうな飛行甲板を持つ大型空母大砲。大砲という名は大きな鳳凰。大砲が完成したのは昭和19年、西暦で1944年。この大砲は日本で初めての本格的な装甲空母だった。これまでの日本の空母は飛行甲板にほとんど装甲がなく、爆弾の一発で
火だるまになる弱さを抱えていた。ミッドウェーの教訓から日本はついに飛行甲板そのものを鋼鉄で覆った空母を作り上げたのである。上から爆弾を落とされても甲板で跳ね返す。大砲は不沈の空母として期待された。ところが、その最新鋭艦の最後はあまりにもあっけなかった。昭和19年6月、マリアナ沖の大砲は米潜水艦の魚雷をたった一本だけ受ける。傷そのものは軽く、速力も落ちず、まだ戦いを続けられるほどだった。この時、発艦したばかりの一機の若い搭乗員が母艦に向かう魚雷を見つけ、自らの機も炉とも体当たりしてその一本を防いだという。命を懸けて母艦を守ろうとしたのである。だが防ぎきれなかった一本の魚雷が思わぬ災いを呼ぶ。その衝撃で漏れ出した航空ガソリンの気化したガスが艦の中に溜まっていった。皮肉なことに大砲は守りを固めた密閉構造ゆえに、そのガスを外へ逃がせなかったのである。換気のため乗員はあえて窓を壊して空気を入れようとしたが、かえってガスは艦中に広がってしまう。そして午後、ついに引火。大爆発が起きた。分厚い装甲の飛行甲板がまるで雨のように盛り上がったという。右心と呼ばれた装甲空母は敵の爆弾ではなく、自らの何両のガスによって完成からわずか3ヶ月で海に沈んだ。とも守りを固めた艦がその守りの固さゆえに自滅する。当時の日本のギリギリの余裕のなさを大砲は物語っている。写真はあの飛龍によく似た正規空母雲龍。雲龍という名は雲を行く龍。この雲龍は寧艦飛龍の設計図を元に作られた中型の正規空母だった。戦争で次々と空母を失った日本はすでに実績のある飛龍の図面を使い、少しでも早く空母を量産しようとしたのである。雲龍が完成したのは昭和19年、西暦で1944年8月。だが、艦はできても肝心の飛行機がない。それを飛ばす搭乗員もいない。燃料すら底をついていた。せっかくの新鋭空母雲龍は敵の空母と戦うことなく、飛行機や物資を運ぶ輸送船として使われることになる。竣工から沈むまでその間およそ4ヶ月。雲龍は機動部隊としてただの一度も実戦に出ないまま終わることになる。昭和19年12月、雲龍はフィリピンへ向けて特攻兵器桜花などを積み込み、東シナ海を進んでいた。そこを米潜水艦の魚雷が襲う。2本目の魚雷はよりにもよって前の方のガソリンタンクのあたりに命中した。そして積んでいた桜花の爆薬を誘爆させる。その爆発は雲龍の艦首を丸ごと吹き飛ばした。写真は東シナ海に沈みゆく雲龍。母目線の参謀鏡が捉えた。雲龍は自らが運ぶ特攻兵器の爆発によってわずか数分で海へ沈んでいった。1200名を超える将兵と共に、艦長小西要はかねてから陛下から預かった艦が沈むときは海の底までついていくと語っていた。その言葉通り、小西は艦橋に立ったまま雲龍と運命を共にしたと伝えられている。空母でありながら空母として戦うことすら許されなかった悲しい艦だった。写真は雲龍の妹にあたる正規空母天城
天城という名は、伊豆の天城山から取られている。雲龍型が作られた頃、日本海軍は空母の名に山の名も加えるようになった。だから天城は龍や砲ではなく山の名を持つ。天城が完成したのは昭和19年、西暦で1944年8月。雲龍に続く同じ型の2番艦である。だが、天城を待っていたのも雲龍と同じ運命だった。飛行機も燃料も搭乗員もいない。最新鋭の空母は呉の軍港につながれたまま一度も出撃できなかった。そして戦争末期、天城に与えられた役目はもはや空母のそれではなかった。敵機の目を欺くため、飛行甲板の上に木を並べ、まるで海に浮かぶ島のように偽装したのである。動かない、浮かぶ砲台。それが最新鋭空母天城の最後の姿だった。昭和20年7月、呉への大空襲。天城は何発もの爆弾を受け、ついに左へ大きく傾いて横倒しになってしまう。そのまま浅瀬に着底し、二度と立ち上がることはなかった。飛ぶための翼をただの一度も乗せられなかった空母が島のふりをして朽ちていく。それは燃料も飛行機も尽き果てた。末期の日本をそのまま映す砂だった。余談だが、戦後横倒しになったこの天城を起こすのは容易ではなかった。ようやく浮かべたその船体の一部は青森と北海道を結ぶ連絡船を直すための浮桟橋に生まれ変わったという。写真は雲龍型の3番艦葛城。この一隻だけは他の艦とは違う道をたどる。葛城という名も奈良の葛城山から取られた山の名である。雲龍型の3番艦葛城。この一隻だけは他の艦とは違う道をたどる。葛城が完成したのは昭和19年、西暦で1944年10月。すでに物資は乏しく、葛城には駆逐艦用の小さな機関が流用された。その分食力は落ちた。まさに苦しい時代の空母である。葛城もまた出撃の機会を与えられず、瀬戸内の海でただじっと待機を続ける。呉の空襲で何度も爆弾を受けながら、葛城はしぶとく神末に終戦の日を迎えた。最後まで生き残った数少ない空母の一隻となったのである。だが、葛城の本当の物語は戦争が終わってから始まる。海の外には何十万という日本の将兵が帰る船を待っていた。戦えなかった空母葛城はその飛行甲板を兵で埋め尽くし、彼らを故郷へ連れ帰る福音船となった。写真は戦後ラバウルで福音の兵を乗せる葛城。1年ほどの間に葛城が故郷へ送り届けた人の数は延べ49,000人余り。その中には抑留先から帰る歌手の藤山一郎の姿もあったと伝えられている。一度も敵と戦わなかった空母が皮肉にも最も多くの日本人を家族のもとへ送り届けたのである。戦争の終わりを運んだ艦、それが葛城だった。最後に日本が生んだ史上最大の空母を紹介しよう。写真は見上げるような巨体を持つ装甲空母信濃。信濃という名は信濃の国、今の長野県の旧国名である。ここでも名前がその素性を語っている。信濃は元が戦艦。それもあの戦艦大和の3番艦として作られていた船だった。だから戦艦の名付け方である国名を空母になっても引き継いでいる。信濃が完成したのは昭和19年、西暦で1944年11月。ミッドウェーで多くの空母を失った。日本は建造中だったこの巨大戦艦を途中から空母へと作り変えたのである。満載でおよそ7万トン、全長266メートル。分厚い装甲をまとったこの信濃は第二次世界大戦を通じて世界で最も大きな空母だった。日本の技術力が最後にたどり着いた巨大な到達点である。だがその最後は25隻のどの空母よりもあっけなかった。完成からわずか10日後、信濃は試験のために
呉へ向けて出港する。その途中、米潜水艦アーチャーフィッシュの魚雷4本が右舷に命中した。本来ならこれ式の魚雷で沈むはずのない巨大な装甲空母である。しかし、信濃はあまりに急いで作られていた。水漏れを防ぐための検査も防水の訓練も間に合っていなかったのである。乗員の多くは配属されてまだ日が浅く、複雑な艦内で逃げ道さえわからなかったという。浸水は止まらず、信濃は出港からわずか17時間で海の底へ消えた。世界最大の空母はただの一度も飛行機を飛ばすことなく、史上最も短い生涯を終えたのである。艦長安倍敏夫は艦首で沈みゆく信濃と運命を共にした。後にこの沈没を知った昭和天皇は惜しいことをしたと言葉を漏らされたと伝えられている。ここまで日本の航空母艦25隻すべてを誕生した順に見てきた。かつて日本はアメリカ、イギリスに次ぐ世界第3位の海軍大国だった。そして空母では6隻を束ねる機動部隊という戦い方で世界の最先端を走っていた。すべては世界で初めての空母宝生から始まった。最速を極めた宗龍、最も多くの翼を積んだ加賀、そして世界最大の信濃。限られた国力の中で日本は持てる技術のすべてをこの鉄の艦に注ぎ込んだ。給油艦も客船も遠いドイツの船までも日本は空母へと作り変えた。それは数で勝る相手に立ち向かうための苦しいやりくりでもあった。だがミッドウェーを境にその25隻は坂を転げ落ちるように失われていく。赤城、加賀、宗龍、飛龍、栄光の主力空母がわずか1日で海に消えた。潜水艦の魚雷に空襲の爆弾に一隻、また一隻と艦は海の底へ沈んでいった。最後まで生き残れたのは宝生、順陽、劉邦、桂木、ほんの数隻だけだった。中でも桂木はついに一度も戦わないまま戦後延べ49,000人の将兵を故郷へ送り届けている。戦争の終わりを運んだその甲板の上にも家へ帰る日を待ちわびた人々がいた。25隻の空母はただの鉄の塊ではない。その一隻ずつに設計に知恵を絞った技術者がいて、甲板をかけた若者たちがいた。白黒の写真に色が蘇るとき、彼らが確かにこの海にいたことが見えてくる。私たち日本人はそのことを忘れてはいけない。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。最後に一つお願いがあります。このチャンネルの視聴者はその 75% 以上が50代以上です。一方で20代はわずか 2.5% しかいません。こうした日本の歴史を特に若い世代に届けたいと願っています。もし X などの SNS をお使いなら、この動画の拡散をお願いします。画面右下の共有ボタンからすぐに共有できます。あなたの一つの共有が歴史を次の世代へつなぐ力になります。そしてこの動画を気に入っていただけたら、高評価、チャンネル登録で応援をお願いします。